アクセサリーの山の中から発掘していきます。何が出てくるんでしょうか。銀だったり、もしくは金なんかが出た場合に、チャンネル独自の査定をして、その査定結果を発表しようと思っています。なので、こちらに入れていきます。こちらです。試金石です。削るとですね、ここに削り跡が残ります。外側の素材は金色がちょっとくすんだような色になっているんですけれども、銅がほとんどどうなのかなと、思われます。綺麗なキラキラのいい感じなんですが、こうやって拡大してみると、このカットがはい、どうも、ジャンクコウさんラボです。今日はこちらです。こちらのアクセサリーの山の中から発掘していきます。では早速ですね、重さを測っていきたいと思います。はい。封体込みといって袋の重さも含まれますが、全部で 851g です。はい。では早速こちらのトレイに開けていきます。はい。今日は何が出てくるんでしょうか。ではですね、一つ一つじっくりですね、見ていこうと思います。はい。では、一発目、何かな。じゃーん。この、なんか、鳥さんから見ていきます。こんな感じ。で、はい。鳥さんのモチーフの、ブローチです。で、素材なんですけれども、多分別光の貼り合わせですね。そちらを加工したものだと思います。はい、こんな感じです。はい、なんとも言えないまん丸の目の、顔をした鳥ちゃんのブローチです。はい、こんな感じで独特な模様が見られます。この横から見るとですね、こんな感じで、透明な部分とそうでない部分がはっきり分かれています。なので、そうですね、過去に見た鋼製品とこの模様の感じはそっくりなんですが、このね、作りですね、横から見た時に境目がはっきりしている、この作りはおそらくですね、貼り合わせ石なんじゃないかなと思われます。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん、こちらです。こんな感じの、手でこう形を変えられるですね、こういうバングルです。ここにね、謎のキラキラ石みたいな黒い玉がついてます。これがだからマグネットなのかなと思われます。はい。いわゆる健康磁石みたいな、いわゆる健康ブレスレットみたいなやつだと思います。はい。では、このネオジム磁石で、磁石つくか確認してみます。結構強いですね。この黒い玉のところに強い磁性がありまして、その他のこの柄の部分なんですけれども、こちらは磁性がないというお品です。では拡大して見てみましょう。こんな感じですね。はい、こんな感じの金色の柄の先にですね、この黒い磁性のある玉がついています。はい、そういったお品物でした。次行ってみます。次は何かな。
じゃーん、こんな感じのキラキラの、ネックレスです。はい、では見てみましょう。こんな感じの綺麗なやつなんですが、コマがですね、はい、こんな感じです。とっても、綺麗でカットされたね、石がたくさんついてます。これが果たして水晶なのか、それとも、ガラスのようなものをカットしたものなのかはちょっとこの段階ではわからないんですが、もうちょっとね拡大してみると、こんな感じで、透明感が結構ありまして、いわゆる天然石のクラスターのような中にこう内包物がたくさんあるものとは違うようです。はい。で、素材を示す刻印なんですが、こちら金具の方にですね、よく見かける G シルバーというのがありました。この G シルバーは、シルバーって書いてあるんですけれども、銀が取れないものになります。でも、このついてる石がとっても綺麗です。では、次行ってみましょう。次は何かな、じゃあ、はい、こんなの出てきました。これ過去にも何度か出てきてると思うんですが、いわゆる琥珀をイメージした、人工的なこういう加工したものだと思われます。なので、琥珀の素材をそのまま削り出して作ったものかっていうと、ちょっとはっきり言えないんですけれども、多分違うんじゃないかなと思われます。はい。では、拡大してみましょう。こんな感じです。一応ですね、このなんか内包物っぽい中のね、構造が特徴的なんですけれども、この辺見ると、なんとなくなんですけれども、ここですね、ここにちっちゃい気泡みたいなのが見られます。で、あと、これも何か空気を含んだような、まん丸の作りをしているので、やっぱりなんか人工的に、でも、この辺はなんかちょっと自然っぽいですね。なんとなく、なんか天然のアンバーっぽくはなってるんですけれども、さっきの気泡なんかが入るのは、やっぱり人工的なものなのかなと思われます。なので、ちょっとその辺わからないやつです。私はなんか人工的なものかなと思っています。では次行ってみましょう。次は何か、じゃーこんな感じの、金色と銀色がついた、ピンついてますかな。こっちです。はい、こんなやつです。では、見てみましょう。はい、こんな感じの、黒い素材。これ多分鉄だと思うんですけれども、この鉄にね、金と思われるものを薄く流して、タガネで、模様をつけて、こんな感じで加工したものだと思います。伝統工芸の、技術を使っている、ものだと思います。昔の刀ですね。塗装具なんかに使われる金銀象眼と、似たようなというか同じような技術でこの鍍金ですね、薄く流したりしてこういったものを作ったんだと思われます。上のね黒っぽい銀色のところは多分銀だと思うんですよね。これも同じく薄く鉄の上に乗っけたような感じなので、ここから金や銀を取り出すっていうのはもう微妙なので、難しいとは思うんですけれども、それでもね贅沢な作りだと思います。今メッキするだけでもコストがすごく高くなってますので、こういった、伝統工芸っぽい、お品物です。次行ってみましょう。次はじゃーん、はい、こんな感じのペンダントトップです。はい、ちょっと透けて後ろ見えるやつです。はい、金具に一応シルバーって刻印があります。では拡大してみてみましょう。はい、こんな感じのメロンのような、
天然石をはめたペンダントトップだと思われます。で、こんな感じで斜めからですね、見ると、素材の濃い部分と薄い部分のこのグラデーションの感じが見られます。メロンのね、縞模様に、似ているので、おそらくですね、こちらメロンなのかなと、思われるんですが、この金具ですね、こちら、金具のところに、ちょっと消えかかっちゃってるんですけれども、シルバーの刻印が見られます。なので、この枠の部分から銀が取れるかもしれないので、こちらは、じゃーん、後でですね、取れた、銀だったり、もしくは金なんかが出た場合に、査定の、チャンネル独自の査定をして、その査定結果を発表しようと思っています。なので、こちらに入れていきます。はい、次行ってみましょう。次は、はい、こんな感じの、さっきのね、鳥さんのべっこうのやつに、似てるこういうブローチです。で、ここですね、この先に、なんか、虫みたいなのがついてます。はい。こちら見てみましょう。はい。これ多分足が、1、2、3、6本。あれ雲かと思ったら雲じゃないのね。なんでしょうね。アリかなんかのイメージなんでしょうか。こんな感じのすごい小さいのがくっついてます。素材はね、先ほどの鳥さんの模様と一緒で、この独特なね、濃い部分と薄い部分があって、農園がはっきりしている、これもやっぱり別個の貼り合わせなんじゃないかなと思われる、そんなブローチです。では次行ってみます。次はこちら。さっきのこれですね。黒い玉がついてたやつにそっくりの、今度はここが金色のまんまのやつが出てきました。これも手でね、こうやって、ってやって形を変えられます。それで、こんな風に、つけられるバングルの状態ですね。で、はい。磁石みたいなのがやっぱりついてるので、これもさっきの健康ブレスレットですね。昔なんか流行ったんですかね。そういうやつだと思われます。で、金色なんですけれども、素材を示すような刻印がありませんでした。ちなみに、先ほどのネオジム磁石でこんな風にしてみると、思いっきりついちゃいますね。ここがマグネットで、外側の絵の部分はさっきと同様に、つかないものになっています。このタイプもですね、実は外側がね、金のこの薄いね、針になってたりする製品もあるので、もし見かけたらよく見てみるといいかもしれません。はい、そんなお品でした。次行ってみましょう。次は、じゃあ、この感じのが結構入ってますね。このメロンみたいなやつですね。天然のこのパワーストーンみたいな、これもそうですね。ちょっとこの似たようなのだけ金見てみようかなと思います。これもだね。これもなんかつけてみます。あとはこちら、レリーフがついてます。これも似てますね。これも似たような感じ。あとはこちら。これちょっと大きいですね。これも結構はっきり模様見えるやつです。こんな感じです。こんなに、たくさん出てきました。このパワーストーンみたいなやつをじっくり見ていきます。はい、こちらと、それから、こちらですね、ちょっと形が似てるんですけれども、それぞれ刻印があるものとないものに分かれます。で、これが、これも刻印があって、こちらはないですね。はい。ちょっとですね、こちら。
はい。で、さっきのこれと多分、同じようなやつだと思います。こちらです。はい。これ全部メノなんじゃないかなと思われるんですが、こんな感じで、先ほどのペンダントトップと一緒で、独特な模様ですね、見られます。はい、これなんかレリーフがついてて、彫ってあるんですね。で、この部分に、はい、ここですね、ちょっと逆になっちゃってますけれども、シルバーの刻印があります。あとは、こちらですね、ちょっと見えないかな。こちらですね、シルバーの刻印があります。はい。で、この金色の金具が何なのかなというところなんですが、こちら、刻印がないです。これですね。こちらの金具が結構いい色してるので、もしかしたらということもあるので、ちょっと簡単に検査して、素材を見てみたいと思います。こちらですね。試金石です。これに、この金具ですね、パーツの端っこをほんの少しだけ削ってみます。こうやって削るとですね、見えますかね。削るこうですね。こんな感じで削ります。削るとですね、ここに削り跡が残ります。そして反対側のこの削ってしまったところですね、この跡を見ると、これはね、すぐわかるやつです。ちょっと撮影だとわかりづらいかな。見づらいんですけれども、この部分ですね、ここをちょっと光の加減で、外側と色が違うんですけれども、これ今私が削ったので、この後になってるんですが、この後の色ですね、が結構赤みを帯びてます。外側の素材は金色がちょっとくすんだような色になってるんですけれども、赤い色が出ていて、この板の方もですね、同じように、はい、ここです。ここですね。これ削った後なんですけれども、ここも同じように赤みを帯びた、削り跡になってます。でこれ多分ですね、銅がほとんど銅なのかなと、思われます。なので、銅を中心の素材に、表面をメッキかけたものなのかなと思われます。で、私はもう答えこれで分かってるんですけれども、念のためにですね、こちらテスターをちょびっとつけてみます。で、金とか銀とかそういった素材の場合はですね、この削り跡テスターをつけても消えないんですけれども、今回普通に消えてなくなっちゃいました。あれどこ行った？ここですね。ここ、つけたところの削り跡が全部消えてなくなっちゃってるので、先ほど言ったように、色やその感じから多分、銅ですね。カッパーかなんかだと思われます。よく使われている素材なので、こちらそういったお品です。でこっちは一応シルバーの刻印がついてるんですけれども、作りがですね、実は、デザインもそっくりなんですよね。なので、もしかしたらですね、同じようにこっちも銅にメッキをかけたものなのかなと、思っちゃいますよね。作りがもうそっくりです。手作りっぽいんですけどね。こっちだと、こちらの素材ですね。こんな感じで、もう作り超そっくりですね。で、多分手作りなんじゃないかなと思われます。日本の品ではなくて多分海外製品だと思うので、ちょっとこれも、切ったりしてみないとわかんないんですけどね。そういったお品ですね。で、こっちはね、なんかシルバーの刻印ついてたんで、銀ですね。銀が取れるかもしれないので、これ入れてきます。で、こっちがそういったお品物ということで、これ全部天然石なのかなと思われるお品でした。
次行ってみます。次は、はい、こちらです。じゃあ、これ結構長いですね。長いネックレスです。白い玉が真珠のようなんですが、実際どうなのかなというところで拡大して、ルーペで見ますとですね、はい、素材を示す刻印は、先ほども出てきた G シルバーですね。逆ですね。こっちはシルバー G って書いてあります。でもやっぱりこの G がついてるのは、銀が取れない方のやつなので、そういうメッキ製品ですね。こちらになります。この白い玉は、モゾパール、モゾ真珠だと思います。特徴的な構造ですね。表面の塗装したような、塗膜が見られますので、こちらですね。均一にね、すべて同じような、見た目でできてますし、真珠特有の、巻きって言われたりする、真珠層ですね、そういったものもありません。で、代わりに全く同じね、塗装したような、綺麗なんですけれども、そういった特徴のおしったものです。なので、真珠ではなくて、モゾパール、モゾ真珠のネックレスです。はい、綺麗な方ではあると思います。では次行ってみましょう。次は、じゃーん。はい、こちら。こちらは、はい、拡大してみましょう。こんな感じです。これ、巻いてあるの貝ですね。貝のパーツをこうやってつなげたネックレスです。これ全部一つ一つね、見ると大きさとか形が全部違います。なので天然由来なのかなと思われます。そういった貝のネックレスでした。次行ってみましょう。次はじゃあこれ。さっきの目ののネックレスみたいな玉がついてるんだけど、他のところは透明なやつだったり、カットされたのがついてる、こんな感じのネックレスです。はい、素材を示す刻印が、このクラスプというパーツについています。はい、では見てみましょう。こちらですね、はっきりとシルバーって書いてあります。ただこの丸いね、クラスプパーツは強度上必要な箇所があるので、シルバーって書いてあっても、銀が取れるかどうかは経験上、わかんないタイプのやつです。では、玉の方を見ていきましょう。玉は、カットされたこういう石がついていて、あと、このさっきのメロンっぽい玉ですね、色の。玉がいくつかついています。はい、こんな感じのお品物でした。では次行ってみます。次は、じゃーん。これ。こんな感じの指輪が出てきました。はい、素材を示す刻印は残念ながらありません。はい、こういうチャームがね、先っぽについている指輪です。はい、金色の指輪メッキ製品だと思われます。では次、こちら。はい、こんな感じのキラキラの甲羅がついた亀さんです。亀さんです。はい、では見てみましょう。はい、これ亀の頭の部分で、こういくと甲羅ですね。甲羅にもこういうちっちゃい、なんでしょうね、ライスストーンみたいなのがいっぱいついてます。はい。素材を示すような刻印はなかったんですけども、これ綺麗なやつで、ブローチのピンがついてます。はい。では次行ってみましょう。
次は、これなんだろう。なんかこの水晶玉みたいなのが出てきました。はい、素材を示すような刻印はありません。で、水晶かどうかっていうのも、ちょっとわかりませんが、わかりません。こういうなんか丸い玉でした。次行ってみましょう。次は、どこかな。はい。この、よく出てくるやつですね。黒いキラキラ石です。この黒いキラキラ石はもうたくさん出てくるやつなんですが、何の石なのかはちょっとわかんないです。で、素材を示す刻印はもうおなじみの J シルバーがついていました。はい。こんな感じのすごいキラキラした石でした。では次行ってみます。次が、じゃーん。この長い、はい、騎兵のチェーンネックレスです。素材を示すような刻印はありません。で、わずかに重みも感じられるものなんですが、はい、こんな感じで。でも磁性はないですね。磁石使わない。でもちょっとつくのか。こんな風にして、磁石でやるとちょびっとつきますね。ギューッとつくやつではないんですけれども、弱めの磁性があります。弱磁性の、そういった不思議なものです。で、刻印がなくて、作りはこういう感じですね。騎兵のチェーンネックレスなんですが、どうなんでしょうね。鉄なのか、ステンレスなのか、なんかの合金にメッキをしたものなのか、それはわかんないんですけども、そういったものでした。はい、次行ってみます。次、バングルまだありますね。バングルが出てきました。こちらのバングルとこちらのバングルですね。で、これもさっきと同じように手でこうやって、なんていうんですかね、フレキシブルにつけることができるんですが、こちらの方はね、ちっちゃい玉がついてるので、これを動かすと多分玉がボロボロって出ちゃうやつです。なので、あんまり動かせない感じです。こっちのね、ちっちゃい石がついてる方は特に刻印はないですね。で、色もちょっと緑っぽい色してます。ただ、こんな風に、ちっちゃい石がね、いっぱいついてるやつです。はい。で、こっちの方は、なんか書いてあるんですよね。100に TI って書いてありますね。100TI。100% チタンという意味なんでしょうか。こんな風にね、刻印がついてます。100TI って書いてあります。チタン、100% チタンなんでしょうか。確かに軽い気がしますね。こっちと比べても、重さの比較ですが、はい、重さの比較です。パッと見大きさはかなり近い素材なんですが、こちらが 8.9g なのに対して、こっちのチタンっぽいやつはやっぱ軽いですね。5.8g で全然重さ違います。なので、本当にチタンなのかもしれません。軽いということ。それから、この磁石ですね。磁性もないです。はい、そういった、硬さも、手で曲げられるぐらいの硬さです。では、次行ってみましょう。次、どうしようかな。これ綺麗ですね。これとっても綺麗なやつです。はい、素材を示す刻印はありません。ピンがついてるので、ブローチだと思います。で、この作りですね、こんな感じで、こんな感じで、貝をね、切り出してはめ込んだやつで、螺鈿のようにこういう綺麗なね、色と模様が見られます。はい、大変綺麗なブローチでした。では次行ってみます。次は、これもさっきの、べっこみたいなやつですね。
で、リフがついてるペンダントトップです。はい、こちらですね。先ほどの結構っぽい模様、同じような模様が見られます。横から見ると透明なところがほとんどですので、これも同じように貼り合わせたものなのかなと思います。この鳥のやつと似たようなやつですね。では次に行ってみます。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。次はじゃーん。はい、こんな感じの紫色の石がついたネックレスです。石は内包物が結構確認できて、一つ一つ形も違うので、天然由来のアメジストとかなのかなと思われます。こちらですね。こんな感じで、石の中に結構内包物こうやって確認できます。全部ね、一個ずつ違うんで、天然由来のお品物なのかなと思われます。はい。で、素材を示すような刻印はありませんでした。はい。そういったお品物です。では次行ってみましょう。次は、じゃあこれ。じゃーん。これね、ピンク色のやつですね。よく、これも見かけます。はい。これサンゴですね。サンゴのネックレスです。こんな感じで独特の模様を拡大すると見ることができます。はい、このチューリップみたいにね、なんかカットされてて、玉がね、ずーっとこうついてるやつですね。はい、これもサンゴなのかなと思っています。素材を示す刻印はありませんでした。こういったサンゴのネックレスです。では次行ってみますね。じゃーん。これさっきのこの黒いキラキラ石のなんか違う色みたいなのがついてる別のバージョンっぽいですね。こんな感じの綺麗なやつです。これも、天然石とかではなくて、カットガラスみたいなのに色をつけたのかなと思います。素材を示す刻印はありませんでしたが、こんな感じでとっても綺麗です。色がみんな、あれですね、何種類かに分かれてて、こんな感じでキラキラしてるやつです。では次行ってみましょう。次。はい、こんな感じの。これはワンちゃんかな。ワンちゃんのブローチです。はい、こんな感じでちっちゃいね、ライスストーンみたいな石がたくさんついてます。素材を示すような刻印は、ありませんでした。はい、こんな感じのブローチでした。次行ってみましょう。次はこちら。なんか、全部模様が違うやつですね。こんな感じです。はい、これもメノの仲間だと思います。内包物がすごいたくさんあって、天然由来のものだと思われます。刻印は G シルバーって書いてあります。すごい綺麗な、特徴的なね、いろんなのが入ってる模様ですね。はい、こんな感じの、天然石のパワーストーンみたいなネックレスです。はい、独特ですね。このなんか毛みたいな、なんか昆布みたいになってます。はい、そういったお品でした。次行ってみましょう。これは、さっきのまたキラキラ石みたいなの出てきました。これも、ガラスの、カットガラスに色つけた感じのやつです。ちょっと伸びちゃいましたね。なんでだろう。わかんない。ちょっとすげえギュって伸びちゃいました。ここね、伸びちゃいました。まあそういうお品物です。次行ってみましょう。次は、これ。もう一個あるかな。あった、これだ。
はい、これ、イヤリングです。白い玉は真珠なんでしょうか？残念です。真珠ではないです。模造真珠で。あとなんか、名前が、メカメみたいなのが書いてあるだけです。はい、こういったイヤリングですね。独特なデザインのイヤリングでした。次行ってみましょう。次は、これも貝です。多分。でも全然違うな、さっきと。どこ行ったかな。さっきも綺麗な貝あったんですよね。これだ。これ。これとまた作りが違います。さっきは貝がそのまんま貼ったような感じだったんですけれども、こっちはこう色がだいぶ、どうなんでしょうね。色変えて、こう染色してるんですかね。というお品物で、横から見ると、なんか二重にこうかぶせたようになってますね。表面だからちょっと加工したようなブローチです。次行ってみましょう。次は、じゃあこちら。じゃーん、この緑色の、丸い玉ですね。こういう風にやるとなんかパワーストーンのブレスレットみたいになるやつです。はい。ではこれ見ていきましょう。一応ここにシルバー刻印がついてます。はい。で、玉の方はこんな感じの緑色のやつなんですけれども、このところどころにですね、この黒っぽい、これですね。こういう黒いね、模様が見られます。で、全部、同じかっていうとそうではなくて、ものによって違うのかな。これもそうですね、ここにちっちゃいけどついてます。黒い模様。これ、特徴がちょっとネフライトに似てますね。なので、ネフライトの玉なのかなと思います。こういう風にやると、一つ一つ色の濃さとかも違いますね。天然由来なのかなと思います。ただ、鑑別を取らないと、本当にネフライトかどうかっていうのはわかりません。そんな感じの、ガラス玉とか、プラスチックの玉のやつとは違います。重さも少しあります。では次行ってみましょう。次、どうしようかな。じゃあこれ。じゃーん。砂金石みたいなやつですね。で、シルバーの刻印がこれもついてました。はい。こんな感じです。キラキラのちっちゃいなんか見えるやつですね。砂金石とかって言われるやつ、アベンチュリンかなの仲間なのかなと思います。で、シルバーの刻印があったので、この金具から銀がね、取れるかもしれないので、こちらに入れておきます。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。これ。じゃーん。これもパーストーンみたいなやつ。金具で留めるやつですね。オビロンゴムとかじゃなくて、こういう風に自分で金具で留めるやつです。透明の丸い束の間になんか、天然石みたいなのがずーっとついてます。こういうやつです。こんな感じのパーソンみたいなブレスレットです。では、残りだいぶ少なくなりましたが、次行ってみましょう。これもさっきの貝のブローチにそっくりな、これはペンダントトップです。なんか変な刻印ついてます。私は 18K って見えちゃうんですが、どうでしょうか。見えるかな。ここですね、ここ。18K って見えるんです。けど、色が別に金の色ではないので、多分違うんだと思うんですよね。で、K の脇に、見づらいんですけど、GP って多分書いてあると思うんですよね。なので、メッキ製品の刻印だと思うんですが、これが黄色でないのになんでこうついてるのかはちょっとわかりません。そういったお品でした。この模様は、綺麗です。次行ってみましょう。次は、どうしようかな。じゃあこれ。結構汚れてるな。汚れは、
出てきたばっかりで結構汚れあるんですけれども、こういう黒いねスモーキークォーツみたいな石がついてるやつです。はい、缶に刻印があって一応シルバーって書いてありますね。はい、こちらです。こんな感じの、結構汚れ見えるんですけれども、カットされた、この煙水晶みたいなのがついてます。金具の、この部分ですね、この三角のぶら下がってるところに、見えないかな。こちらですね、ここに刻印があります。はい。なので、どうなのかな、これもなんか銀になってそうなので、こちら入れていきます。結構かかりました。石がみんな大きいんで、実際素材の方はそんな取れないと思うんですけれども、地道にこう集めていきます。次行ってみましょう、次。これ、じゃあ、ペンダントトップ。カットされた石がついてるんですけれども、これは、多分ね、トラメだと思います。タイガーアイの、石をこういう風に多面カットして、さっきペンダントトップにしたやつですね。こんな感じです。で、これちょっとひび割れみたいになってるんですけれども、ここの、拡大ね、こうやってギューってやると、この特徴的な繊維状のね、こうシーンってなってるのが見られます。でこれがトラメ石とかタイガーアイって呼ばれるやつの特徴の一つです。なので、多分そうじゃないかなと思われます。では次行ってみましょう。次は、じゃーん。はい、この石がいっぱいついた、こういうやつね。テニスブレスレットです。素材を示す刻印はありません。構造上ね、この石の留め方に特徴があって、ある程度見分けやすいものだと思います。こちらですね、こういうちっちゃいライスストーンみたいな石がいっぱいついてるんですけれども、どうだろうな、これ、隙間があったりしてですね、この留め方、ここですね、このぐーっと横にずらすと、石の、このなんていうんですかね、いわゆるダイヤモンドでいうところのガードルに相当する部分が、こんな風に色をついてます。黒っぽくなってる。これは、人工的な石の内側にこの反射を良くするためにこの色を塗ってあるやつだと思うんですね。でそれを接着で留めてるような感じなので、そういった品なのかなと思われます。わかりやすいですね、この留めてある感じが。あとこのカットの感じが、ダイヤとかではなくて、そういう合成石ですね、のものになります。でもこうやって見ると綺麗ですね。キラキラで、手にこんな風に留めることができます。クリスタル系なのかもわかんないですけど、ちょっと素材の方はわからないです。で、同じようにもう一つこういうのありました。結構長めなんですけれども、これも石がいっぱいついている、こんなテニスブレスレットになってます。で語源はテニスのなんか選手が試合中してたとか言って、それでなんかテニスブレスって言われてるんだというお話があります。こちらの方は、さっきとは違って、素材を示す刻印があります。あと、石目がついてますね。はい。こんな感じで、綺麗な石がいっぱいついてます。さっきよりもね、この石の留め方ですね。爪でこうキュッと留めてる、構造上の特徴と、それから石のカットがさっきのついてたものと違って、多彩であるということ。それからここですね。ここに、かなりちょっとぼやってるというか、刻印が甘いのかな。こんな感じなんですけれども、おそらく92号だと思います。で、脇にね、この 10.00 って刻印があるんですね。で、これ石目と呼ばれるこの石のカラット数の合計を表現しているとは思うんですけれども、ただこの石がね、多分ダイヤとかではなくて、キュービックジルコニアみたいな合成石だと思うんですね。なので、
それに石目を売ってるのがちょっとよくわかんないんですけれども、そういったものだと思われます。で、念のためにテスターで、確認をしてみようと思います。はい。この辺のね、金具の、これですね。この部分。なんかは結構細かい作りをしているんですけどね、こう、くっつけて、脇はここでこんな感じで留めるというね。で、反対側にも同じ、取れないようにパチンと留めるやつがついてて、構造上結構細かい作りをしています。ただ、石は多分違うんじゃないかなと思っていますが、今、準備できたので、このダイヤモンドのテスターですね、簡易テスターで検査してみます。はい、反応一切ありません。こんな感じで石に1個ずつこうやって当てるんですけれども、ゲージの方動かないので、多分、キュービックジルコニアみたいな合成石だと思います。ただね、これ、シルバーというか925ですね。ここについてたんで、銀が取れるかなということで、こちらね、査定の結果に反映できるように入れてます。じゃあ次行ってみましょう。次は、どうでしょうかな。こちら、じゃーん。なんか、ひび入っちゃってるけど、これあれですね、七宝焼きなんですけれども、表面の釉薬のガラスが、もうちょっと割れてきちゃってるやつですね。はい、こんな感じですごい綺麗です。独特な色と、模様が見られるんですけれども、表面のこの釉薬ですね、ガラス状のものがひび割れてしまっています。それでも綺麗な状態なんですが、そういう投資なんですね。で、銀尻尾って、銀が使われた尻尾もあるんですけれども、これはそういう刻印は特にないです。はい、次行ってみましょう。次、これ。じゃーん、このなんかよくわかんない、ペンダントトップです。で、石がこれよくわかんないですね。なんか天然石っぽいんですけれども、なんかわかんないやつがついてます。こちらです。模様がなんか天然由来のものっぽいんですが、どうなんでしょうか。こういった青いね、なんだろうな、ラピスラズリでもないし、ターコイズっぽいやつですね。そのなんか種類のうちの一つなのかもしれません。では次行ってみます。次はどうしようかな。じゃあこれ。じゃーん。こんなやつ。じゃん。こんな感じの指輪です。はい。これもね、さっきと同じ尻尾焼きの、尻尾焼きの指輪だと思います。素材を示す刻印のようなものはありませんが、周りですね、こんな風にとっても綺麗な作りです。こっちはね、さっきみたいに割れてはないみたいですね。はい、そんなお品物でした。では、次行ってみます。次。これにしようか。じゃこれ行ってみましょう、これ。じゃーん、これなんか古そうですね。じゃーん、こちらです。ちょっとブレスレットっぽいんですけれども、これはですね、実は着物の、こういう羽織だと思います。なぜならばですね、ここですね。引き輪っていうパーツがですね、両端についています。この引き輪が両端についてるのは、この着物の羽織にこうやって留められるようになってるやつですね。で、なんとなく古い感じのこういうお花の模様がついた金具です。で、ちょびっとね、ここに、どうだ。この辺にね、ちょっと緑色のが出てるので、ここもね、この辺ですね。なので、真鍮とか、銅の合金なのかなと思われます。鎖も同じく、色がこんな感じです。刻印とかもないですね。なのでそういったお品物です。はい、こんな風に羽織を着た時にこうやって留めるやつです。もしかしたらちょっと古いやつかもわかりません。では次行ってみます。次。これね、キンキラ。これは最初から目立ってました。すごい。多分、さっきのこれと同じ仲間なんですけども、造形が全然深いやつですね。見てください、これ。竹ですね。笹と竹の、デザインです。
刻印とかはないんですが、すごい綺麗です。見てください。こんな感じで、こちらも同じくですね、金象眼とか土金と一緒で、うっすらですね、金を流して、模様をつけて加工したものだと思われます。はい、かなり細かいですね。造形が細かい伝統工芸の技法を使った、現代型のブローチに加工されています。はい、そういうお品物でした。次行ってみます。残りわずかとなりましたが、はい、チェーンがこれついてないんだけれども、こういうペンダントトップで、残念ながら刻印はですね、K18GF ってなってました。GF はゴールドフィールドとかそういった感じのやつで、メッキ製品とか針ですね。ただこれもだいぶ色あせちゃってるんで、かなり薄いメッキとそんな変わんないやつだと思います。これ構造上の特徴がありまして、ここですね。こんな風に、蓋が開くやつですね。はい、こんな感じで、中、蓋が開いて、長板になっていて、中になんかしまったり、ちっちゃい写真を入れたりできるようになってます。で、素材、この表面ですね。表面がちょっと分かりづらいんですけれども、おそらくオパールだと思います。釉色効果がわずかにこうやって確認できます。結構綺麗ですね。多分、オパールなんじゃないかなと思われます。そういったお品でした。では次行ってみます。はい、では次行ってみましょう。指輪です。じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃーん。こんな感じの、全然ピント映ってないですね。こんな感じの指輪です。はい、カットされた石がついてますが、これ、見づらいんですけれども、こちらですね、刻印がこんな風についてます。で、見えづらいんですけれども、おそらくこれ PS って書いてあると思います。PS にひし形の枠の中に100って数字がついていて、PS100 っていう素材の表記だと思うんですが、PS100 はなんかプラチナが使われてるとかって言われるんですけれども、基本的には買い取りは銀の扱いになってしまうやつなんですね。で、この試金石で少し削って反応をですね、見てみたいと思います。プラチナがね、含有されていればそれなりの反応あるはずなんですよね。それでガーッと削ってみますが、削り跡ここにありますね。で、ここにテスターをつけます。で、これプラチナだったらこの線消えないはずなんですけれども、やっぱね、ほとんど消えちゃうんですよね、こんな感じで。これですね、これですね。ほとんど消えちゃいました。で、今ちょっと映っちゃって残ってるのは、過去に削った後とちょっと重なってるんで分かりづらいんですけれども、こんな感じです。直接つけますとですね、わかるんですが、見えるかな。こんな感じで白っぽくなっちゃいます。これ今反応はほとんど銀の反応とそっくりなんですね。なので、買い取りが銀になっちゃうっていうのは、おそらくほとんど銀なのかなというお品物です。プラチナは、どうなんですかね、ちょびっと入ってるのか、ほとんど入ってないのか、それとも PS の P がプラチナではなくてパラジウムとか違う素材なのか、いろいろ言われるんですけれども、ちょっとわかんないやつですね。なので、今回も同じくシルバーの扱いで考えてみたいと思います。で、石はね、なんかついてるんですけれども、この、綺麗なキラキラのいい感じなんですが、こうやって拡大してみると、このカットが甘いんですね。三角のこのファセットの部分が途中で途切れたようになってますので、ダイヤとかだとこのカットにはなりません。あと丸みですね。家具の丸みが見られますので、これも多分、
なんか、合成石のキュービックジルコニアとかなのかなと思うんですが、これもですね、なぜか石目が売ってあるんですね。なので、なんでしょうね。もしかしたらロッククリスタルみたいなのをこういう風にカットしたものなのかも、その辺はちょっとわかんないです。では、こちらに入れておきます。こんなお品物でした。では次行ってみます。次は、こちら、じゃーん、また指輪出ました。次は、こんな感じの細いやつですね。はい、これも、シルバー925の刻印がついてます。ここですね。ここに、シルバー925の刻印がありました。で、構造なんですけれども、この後ろですね、ちっちゃい穴が2個開いてます。で、この反対側ですね。反対側にちっちゃな石がついてます。この下穴の構造ですね。これが一応光の通り道になっていて、石をセットするときの貴金属の構造なんですけれども、安価な製品はこれ、わざわざ開けたりしないで、接着で留めてあったりするんですが、これはちゃんと溝掘ってあって、穴もあって石止めしてあるんで、何かしらの石が使われてるのかなと思われます。はい。で、さっきのテスターですね。簡易テスターを使って、反応をですね、見てみようと思います。はい。ちょっとちっちゃいんで、わかりづらいんですが、この反応は、簡易テスターなんですけれども、ダイヤモンドの反応をしています。すごい小さいメルダイヤなんですが、多分ダイヤがついてますよというシルバーの指輪でした。次行ってみます。次。じゃあ、こちら。はい、これもブローチです。白い玉がついてますが、何なのか。これもちょっと模造真珠っぽいやつですね。で、シルバーの刻印がついてました。こんな感じのやつです。この緑とピンクを混ぜたような光が均一に出るやつはね、ちょっとここになんか模様見られるのも気になるんですけれども、ちょっと模造真珠なんじゃないかなと思われます。で、ひっくり返すと裏側にここにシルバーの刻印がありました。なのでこれもこちらに入れておきます。次行ってみます。次はどれにしようかな。じゃあこれ。じゃーん。こんな感じのキラキラの、こうですね。こう見る。こういう感じのペンダントトップです。チェーンはついてなかったですね。はい、素材を示す刻印は特にありません。で、このぶら下がってる白い玉が、真珠、淡水真珠みたいなやつがついてますね。こちらになります。この白い玉がまだ淡水パールなのかなというのと、あと、このカットされた透明の石ですね。これはちょっと何なのかわかんないです。ガラスなのか、クォーツなのか。で、あと、これですね、枠も、刻印もないので、メッキなのかなと思われるんですが、ここですね。ここにまたちっちゃいさっきの指輪みたいな石がついてます。これなので、せっかくなのでテスターで、見てみますと、はい、簡易テスターではダイヤモンドの反応が見られます。これもすごいちっちゃいんですけども、ダイヤがついてるよというようなのしてるので、こちらです。これです。すごいちっちゃいです。スーって拡大すると確かにこんな感じで綺麗に、こんなちっちゃいのにちゃんとカットされてるんですね。なのでこれは多分ダイヤではないのかなと思われます。はい、そういったお品物でした。次行ってみます。次はじゃあこちら。ちょっとかな。あれなんかチェーンだけ1個残ってましたね。多分どれかのやつなんだろうな。ちょっともうわかんなくなっちゃいました。素材を示すことじゃないんですが、なんかチェーンが1本あって、どれだろうな。銀色。この辺なのかな。色が同じ銀色っぽいやつで合ってるのはこの辺だと思うんですよね。はい、こんな感じです。ここ絡まっちゃってますね。
れをほどかないと。ここちょっと絡まっちゃってますね。はい、そういった虫物でした。次行ってみましょう。次、もう残りわずかですが、こちらですね。じゃーん。こんな感じのキラキラの、ペンダントがついたネックレスです。こちら見ていきましょう。はい、残念ながらチェーンの方には何も書いてないんですが、ちょっとこれわかんないっすね。この石がついてるね。表から見るとこんな感じですごい綺麗です。これ、なんか、こんな感じの、拡大するとですね、この石の中に、こんな感じで成長線なのか何なのか線が中に見えます。あとこのカットですね。カットがかなり鋭いです。キラキラ感もあります。外側の、取り巻きと呼ばれる石はそういったものはないんですが、このメインにセットされている石はもしかしたらなんだろうな、サファイアとか、あと、スピネルとか、そんなやつなのかなと思われます。ちょっと天然由来のものなのか、これが合成石なのかは、この時点ではわからないんですが、内包物というか成長線みたいなのが見られます。で、一応ですね、ダイヤというわけではないんですが、熱の伝導率が比較的高いものはこれで、ちょっと反応したりはするんで、試してみますが、ダイヤモンドとかではないと思うんですけども、こんな感じでテスターが反応するので、比較的この熱の伝導率が高いものなのかなと思います。で、念のため、こちらですね、蛍光性反応を見る紫外線を当ててみようと思います。特に蛍光性反応はありません。で、モアッサナイトっていうのがあるんですけれども、モアッサナイトのテスターでも反応はしません。なので考えられるのは、どうでしょうね。でもどうなんだろうな。ちょっと照明の方を変えてみますね。自然光とあと何でしたっけ、中光色だったかな。色の変化で、カラーチェンジするかなと思ったんですけども、何も起きなかったです。どうでしょうか。合成のスピネルか、合成サファイアか、なんかそんなような感じだと思います。はい、ごめんなさい。わかんないです。で、素材を示す刻印はなんかないんですけども、ちょっとなんか跡みたいなのがあって微妙によくわかんない感じなんですよ。ここですね、なんか跡がついてるんですけれども、シルバーとか SV とかそういうんでもないし、よくわかんないやつです。一応磁石をつけてみます。磁石も傷ついちゃいました。磁性の強い素材ということで、そういったお品物でした。で、最後ですね、この大きいメダルですね。これを見ていきたいと思います。これが果たして金貨なのか。素材を示すような刻印はありません。こんな感じのお品物です。はい、1776年から1976年って書いてあって、ケネディさんなのかな、リバティと、あと、反対側ですね、反対側に、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカって書いてあって、
こちらですね、ハーフダラーってなってます。なので、これアメリカの50セント交換を加工したものなのかなと、いうことです。で、こういうコインペンダントって、鋳造を、なんか模したものですね。リバティって書いてあって、アメリカのコインみたいにしてるのを、それをそっくりに作ってはめ込んだりっていうものもあるんですけれども、これはどっちなのかなと思います。わかりません。もしね、簡単に外れるようであればちょっと外してみたいんですけれども、ここですね、これ爪で止まってるので、結構硬いですね。ここです、ここ。これをこうやってグーッとやると爪が浮き上がってですね、取れると。ダメかな。すごい硬い。取れました。はい、こんな感じでコインが取れました。で、この、なんかメッキしたものっぽいですね。この、今、金具が止まってたところの色が全然違うので、こんな感じです。ここだけ銀色になってますので、メッキをしたのかなと思います。1ドル、あれいくらでしたっけ ?50 セントですからね、半分、0.5 ドルということになるんですが、これもし加工したものであったら、流通はもうできないと思うんですけれども、あれ、1960年代のアメリカのコインには、銀が使われているものがまだあったりしたんで、それが流通している場合があるんですけれども、これはなんか違うっぽいですね。ちなみに 11.3 グラムあります。はい。そういったメッキのお品でした。枠、戻せばまた枠にこうやってはまると思うんですけどね。そういったお品物です。はい、これで、本日の発掘実況はこれで全て終了しました。で、取れたものですね、成果物はこちらになります。この、はい、こちらです。じゃーん。はい。で、ではこちらですね、金が取れる可能性があるものとして、こちらですね、銀が全部でいくらぐらいあるのかっていうのをざっくりですね、当チャンネルの独自の査定をしていこうと思います。では、トレイにこのようにかけまして、で、ちっちゃいものはあれなんですけれども、この大きいね、石がついているものは、こんな風に、石を外すことで、石の重さをですね、一緒に測らないように、こんな風に2つに分けて、取り外します。こちらもですね、結構石が重いと思うので、軽くこう、外してですね、こうやって分離します。あとはここかな。これも、こうやると、簡単に、外すことができました。ね、こういう風に外れます。で、この大きいやつもね、こんな感じで、爪を軽く起こしてあげて、この煙水晶を当てまして、この結構大きいですね。煙水晶みたいなのを外して、で、この玉と、あとこのちっちゃい石は外すの大変なんで、今回ちょっと省略します。で、これを集めて、今回少ないですね。ちょっと少ないんですけれども、集めていって、で、これルースの状態で重さを測ります。重さが、あれがない。はい、このスコップですね。スコップに入れて、重さをですね、これ風体力といって、0に1回合わせて、重さの方ですね、シルバー刻印のあるものと、シルバー925のもの、それから今回は PS 刻印ですね、のものが入っています。
この重さが全部で 25.2g あります。はい。銀の 1g あたりの単価が、本日現在って言ってももうやってないです。お店が年末なのでやってないんで、まあ一番近いですね。日付。まあ最終営業日の相場を見ますと、はい。シルバー925。1g あたりの単価がおよそ330円です。なので、今回330円に 25.2g ですね。グラムをかけると全部で8316円です。結構高いですね。まあ、厳密に言うと、このちっちゃいね、石とかも取り除かなきゃいけないので、まあ、この価格より若干ね、少なくなってしまうと思うんですが、すべて仮に銀で売れるとしたら、8316円。まあ、およそ多分ね、ちっちゃいの減っちゃうんで、この石目が、いくつだったかな。はい、これご丁寧に石目がなんか10キャラってなってるんで、1カラット 0.2g なんで、まあ 2g 引くと 25.2g から 2g を引いてかけることの330円ですね。なので、まあその辺も加味すると7656円です。概算なんですが、まあそういった査定結果が出ました。はい。今後もですね、こんな感じの動画をですね、作っていこうと思っています。あと、金とか銀とかは入ってないんですけど、ヤフオクの出品をやってます。あと、もう一つですね。ジャンク鉱山ラボがゲームになりました。もし興味がある方は、チャンネルの概要欄の方を覗いてみてください。今後もこんな感じの動画を投稿していきます。もし良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。